ヘイババンババンバンババビバビバビバババンババンバンバアビバブモババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンあービバブモ。はい、あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢に出るライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを見上げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが白黒のクーターくん、チャトラのマサルくん、グレーのグーちゃん、白茶のゆりさん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃんと我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はまちゃんいた。またすっげえ奥にいたな。はい。ピヨンさん。久々に現場からピヨンです。藤子さんは玉ねぎ剥いて泣いてます。確かに今日は玉ねぎ買ったけども、泣いてはなかったな。ピヨンさん、現場からピヨンです。泣いてる藤子さんを猫ちゃんたちが笑ってます。まあそうだろうな。ピヨンさん、今更ですが、ババンババンバンバンは全員集合ではエンディングですから、藤子さんはそこから始めるのよ。そうですよ。はい。というわけで、1日1個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。にゃんこたち。後ろ向いてるな、今日はな。ジャスティス。
今日は塩入りのお湯です。今日はお湯がたっぷりあったので、たっぷり入れてきたので、ちょうどいい感じの、塩加減の、さゆでございます。ぴょんさん、ジャスティス、ありがとうございます。私がさっき泣いてたのは、あっちの部屋に今日は行けないようにしたんだけどね、お客さんが、昼間というか夕方に来て、で、布団を使う人だったんだよね。で、布団があるので、布団があるとそこにまたさ、おしこしゃってされるから、それが嫌だから閉めてたんだけど、なんかちょっと開けると、その隙に猫出てくるんだよね。で、そのちょっと出てきた隙になんかめっちゃ剥がれてて気づかなくて。で、さっきマチがね、ちょっと開けた隙に出てきてさ、何すっかなと思って見てたわけ、おしっこされないようにと思ってさ、そしたらクンクン匂い嗅いでるからさ、なんかあんぞと思って、クンクン嗅いでる先になんかあんぞと思ってみたらさ、めっちゃ剥がれてて、ゆいたんかと思ってさ、さっき見てめちゃくちゃなんか騒いでたわけよね。おしっこ攻撃もひどかったしさ。おしっこ攻撃ひどいし、なんかすげえ泣いてるしさ、なんか訴えてるなと思ったんだけど、カリカリが少なかったからね、ご飯ないよって泣いてんのかもしれないなと思って、それは後でいいや、このカリカリタイムにいっぱいあげればいいやと思ってさ、無視してたんだけど、これを教えようとしてあんな騒いでたのかと思って。もうちょっと思って。なんでわざわざちょっとの隙に出てきて、わざわざこのね、汚されたくないところ汚して帰ってくのかな、みたいな。ので、泣いておりましたっていうね、感じです。ピオさん、手忘れた。はい。じゃあ、今日はタロットカードタイムにでも行けますかね。今日はバレンタインデーの次の日。ね、今日だからさ、土曜日だと思わなくってさ、今日土曜日だったと思って。土曜日だったじゃんとか思ってな。なんか月曜日とかなんか平日の気分って言ったけどさ、週末会みたいなね、全く自分が予想してたのと違う曜日だったな。で、今日は一応農協行ったのか。一応農協行ったけど、なんだっけな、なんか謎の葉っぱが150円で、で、あとネギが3本で200円だったかな。そんな感じだったので、買わずに帰ってきたよっていう感じかな。ね、皆さん、猫ちゃんたち長年、育ってきてるけど、かわいいわね。そうなのよ、猫ちゃんは。ずーっと可愛くってな。切ねえよな。ね、もうずっと一緒にいたいけど、永遠と一緒にいたいけど、永遠っていうのはないからな。ね、ピョンさん、土曜日は銀の銀ギラ、銀。そうなんだね。で、そうだから今日お客さん来るんで、布団使う人だったし、で、カレーも予約入ってたんでね、今日はだから、準備の方のが時間かかるっつうの。準備の方が時間かかってさ、レンタルの時間2時間なんだもん。って感じ。もう来てすぐ帰るみたいな感じなんだけど、こっちの準備と後片付けをね、また布団片付さなきゃいけないし、ね、干さなきゃいけないしでな、みたいな、そんな感じよ。ね、だから今日は準備時間がかかって、あと動画編集して、で、終わったかな、みたいなね、感じでございます。ね、買い物行ったんだっけ、今日。行ったか、玉ねぎ買わなきゃと思ったからだからな、カレーを作るのに、
カレーには玉ねぎはまあ絶対入れるんでさ、玉ねぎないから玉ねぎは買わなきゃあれなんだよなと思って、で、スーパー行って、で、前はなんかね、玉ねぎがなんか大袋っていうのかな、でっかいのしかなかったんだけど、今日はなんかちょっと一回りちっちゃくて、まあ、やや手頃な値段で買えるやつがあったんで、あ、よかったよと思って、で、それ買って、で、あと何だったっけな。あ、椎茸が30%引きだったんだ。なんか最近椎茸安いなって思うことが多いんだけど、なんだろうね、シーズンだったりとかするのかな、旬だったりするのかな、わかんないけど、なんかね、椎茸が30%引きのシール貼られて、珍しいなと思って、なんかほら、他のキノコの値段が上がっちゃったからさ、その前だったら椎茸がキノコの中では一番値段高いかなって感じだったんだけどさ、30%のシール貼られると、これが多分一番安いんじゃないのかなと思って、椎茸かどうしようかなと思って、で、一瞬手に取ったんだけど、今日はね、自炊できないっていうか、そのお客さんがいるからな、って思って、あ、わかった、あれだ、カレーに椎茸入れればいいのかと思って、で、またそのね、棚に戻した椎茸取って、で、椎茸買って、で、椎茸カレーにしたんだよね。あと、あれだ、お気に入りさんから、天城府で送られてきた、ひよこ豆使ってな、ひよこ豆と椎茸入れたカレーね、あと玉ねぎ買ったでしょ。で、あと昨日はぬか漬け用に人参が安かったんで、人参はあったんでね、人参も入れて、今日は結構ちゃんと、割としっかりとしたかな、どうかな。わかんないけど、豆が入ってるからね、カレー作ったんだよね、みたいな、感じだったんだよね。そう。ひほさん、猫ちゃんたち、長年、読んだ。ひほさん、昭和時代、国道沿いの野菜、果物直売所みたいなお店で、みかんとさつまいもとか大量に買ってたな。へえ、そうなんだね。でも、なんかそういう、まあ、いつもそういう、なんだ、直売所みたいな、お店が構えられてるなら違うけど、時々あんじゃんか、そういう、道端でね、売ってるフルーツとかさ、野菜とか、あれってなんか、盗んできた野菜を売ってるらしいもんな。そうだったんかと思ってね。じゃあ今後はちょっとそういうところでは買わないようにしとこうなってインプットしたけどな。ピアンさん、お気に入りさん、そんなことしてんの優しいわね。そうだね。豆に豆を送ってくれて、豆に豆を送ってくれてさ。で、最初黒豆がね、送られてきたんで、黒豆をさ、よく水で戻して、で、煮てね、食べてたんだけれども、で、黒豆カレーに入れようかなって昨日の時点では思って、で、でもまあ他にもせっかく豆があるから、ね、もうちょっと、じゃあ違うのにしてあげようかと思って。でね、最初なんだ、金時豆、金時豆って名前ではなかったんだよ。で、それがね、乾燥されてる豆の状態では、まあまあいいかなって思ってみたんだけど、その水の戻し方とかさ、レシピとか検索したら、ほら、金時豆のことだったんだよね。いや、これだとちょっと違うかと思って。で、ひよこ豆があって、では、まあ、ひよこ豆が一番合うよなって思って、じゃあ、ひよこ豆にするかと思って。で、ひよこ豆は私、使ったことがなかったんでさ、今日初めてひよこ豆を使ってみたよみたいなね、感じ。ピヨンさん、福岡の塩大福もうまいわよね。塩大福はうまいだろ。塩大福は確実にうまいだろう。で、そう、今日はカレーも作って。で、まあ、ただ自分が食事する時間帯ではないから、お客さんがね、部屋使う時間をさ、だから自分の食事は
それはそれで別に用意することができるんで、で、最近はね、お米と、具沢山味噌汁って感じでね。で、まあ、ぬか漬け、昨日、人参つけといたから、まあ、人参のぬか漬けあっちゃうか。で、今日はね、人参のぬか漬けの浸かり具合が、まあ、いい具合でね、美味しかったんだよね。で、今日は味噌汁は、キャベツを昨日だったっけなかったんだよね。で、前に白菜買ったんで、で、白菜とキャベツどっちがいいかなって値段一緒だったんだよね。で、まあ、この前白菜食べたから今度キャベツかなと思ってさ、キャベツを買ってきたわけよ。そういえばキャベツ一時すげえ高いとか言ってたのにさ、また値段戻ってたな。あれみたいな感じだから買えたんだけど、普通にさ、3割引き、30%引きになってたんで、買ってきたんだよね。だからキャベツがあったんで、じゃあキャベツ使おうと思って、今日はキャベツとね、卵の味噌汁にして、食べたよっていう感じ。ピョンさん、豆、マミー、マンボ、お豆、稲田の稲田豆もうまいぜ。稲田豆ってわかんないな。ねえ、ピヨンさん、キャベツ高いよ。まだ高いのか。まあ、戻ってきたっつってもな。まあ、昔、もう1年ぐらい前。1年ぐらいももうキャベツ高かったんだっけ。てか、前はほら、キャベツね、半玉100円ぐらいな感じで、いつも売ってたものが今ではね、200円だったから、まあ、値段倍になったっちゃ倍になったんだけどさ。だからキャベツ一玉2000円とか言ってたじゃんか、つい最近さ。それと比べたら全然ね、200円で、30%引きのシール貼られてたから、まあ、百何十円だよなと思って、まあ、だったらね、白菜と値段一緒だからさ、じゃあどうしようかな、みたいな感じだったんだよね。まだ高いのか。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソは本日もしぶとくやっておりますよ。今日は誰も来ねえな、と思ってたけど。土曜日だから一回来んのかと思いきや、誰も来ねえじゃねえかと思ってな。どうしようかと思ってたよ。な。じゃあ、タロットカードタイムにするよ。みたいなな。今日は寒かったのかな。ねえ、てんたまさん、今夜はお気に入りさんおらず、そうだね。ねえ、ぴょんさん、わーい、てんたまちゃん来た。ごめんな、一人ぼっちにさせてな。いつもな、ヒヤヒヤさせてごめんよ。スリル満点のライブだろ。で、今日は何だったっけ、何の話しようとしたのかな。ね、今日は、そう、アナポケットね、さっきまで。アナポケットっていうのの使い方使い方を学ぼうと思って、YouTube 動画検索してね、勉強してたよっていう感じ。で、アナポケットなんでこのアプリを入れたのかな。なんかね、ほら、J ポイント、JRE ポイントだっけ、そのキュンパス乗る前になんか入れておいた方のが得になりそうみたいなアプリをさ、いくつか入れたんだけど、なんかそのノリで、なぜかわかんないけど、アナポケットを入れたんだよね。つい数日前にさ、2、3日前にさ、なんかキュンパス前にさ、でね、ほら、そんなことは忘れて、で、キュンパスで一生懸命になってたじゃんか。で、帰ってきてから、で、そのアナポケットを触ってみたわけよね。アプリをね。で、ほら、キュンパスで移動してんじゃんか。だからさ、なんか、その穴の、なんだ、マイルっていうんだかわかんないけど、マイル自体が全然今まで貯めたことがないんで、システムがわかんないんで、なんかね、マイルと、なんだろう、ポイントとあるみたいなんでね。で、ポイントと、なんか違う。ポイントがとりあえず貯まると。
で、それをマイルに変えるのか、なんかね、マネーだかなんかに変えるのか、みたいにあるみたいで、で、そのポイントがさ、ガーって溜まったわけよね。全然意図してなかったのにさ、なんか触ってみたらさ、急に2000ポイントぐらい増えたもんだから、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃと思って。だからこれ、なんだろう、溜まりやすいのかな、溜めた方がね、なんかいいのかなと思って。で、全然わかんないからさ、右も左もさっぱりわからないので、なんかちょっと検索して、調べておりましたって感じね、さっきね。本当お気に入りさんおらず。ねえ、ピョンさん、藤子さん、私がいるじゃんか。だから一人にさせてたから。一人にさせてたから、他にいないから申し訳ないなと思ってたわけ。テータワさん、先ほどのプレミア配信が終わった。あと、父親の骨折した背骨の、親の調子、背骨の親の調子が悪くなって、明日病院に行くことになると思いますわ。そうなんだ、背骨はな。なんか3ヶ月ぐらいかかるとかって言ってなかったっけで、そろそろどうしたのかな治ったのかななんてふうに思ってたんだけど、ダメだったっていう感じなのか。テンタマさん、ピョンさんいてくれると心強いですね。ピョンさん、テンタマさん、親御さん大事にしたいよね。大切。テンタマさん、一人は辛いよ、そうでしょ？一人は辛いよね。だから一人にさせて申し訳ないなっていつもさ、思うわけよね。で、そう、お父さんね、だからずっとなんだ、入院しっぱなしっていうことなのかな。父の骨折した背骨の親の調子。背骨の親、なんか進撃の巨人みたいな。巨人化するのかな。巨人化する予定が巨人化できなくて、病院に行く。病院に行くってことはやっぱり入院しっぱなしっていうことか。ね、ずっと入院しっぱなしはしんどいだろうね。ケンタマさん、退院はしたものの、といった感じですね。ああ、そうなんだね。両親とも80を超えてますのでね、そういうことになるよね。だからうちもほら、母親がね、早生まれなんで、まだ79歳ではあるんだけども、80歳の年なんだよね。80かと思うとな、っていう感じだよね。たまさん。背骨の、親は入力間違い。ね、背骨の親がいるということはさ、それがね、もっと、働いてくれて、背骨がね、新しく入れ替わるとかさ、そういう便利なシステムだといいわよね、人間ね。皆さん、入院してると、親族が会う機会にもなるけど、本人は辛いよね。そうなんだと思うよね。その人と会ってる時間は気が紛れるからいいけど、それ以外の時間ずっと病院だろう。たまにとかね、なんか数日とかならいいだろうけどさ、もう何ヶ月とかの単位になると、もうつまんないしね、みたいな感じだと思うんだよね。なんか娯楽が特にあるわけでもなく、本当にさ、テレビ見るぐらいしかやることないからね。そうすると、つまんないテレビを見るしかないもんねっていう感じだよね。だから、もう亡くなっちゃったね、昔の職場の同僚が入院してた時にね、電話してきたんだよね。で、なんか、会いに来てくれっつうからさ。で、その時たまたまちょっといろいろとごちゃごちゃあったんで、来週だったらとか、なんか、その先に行くよみたいなこと言ってさ、すぐに行かなかったんだよね。で、なんかもうさ、ね、相当つまんなかった。しんどかったんだろうなと思って。
で、ほら、他の人来てくれってなかなか言いづらいじゃん、みんな仕事してるからさ。で、ほら、私はこんな感じだから、こんな感じだからさ、呼びやすいと思うんだよね。だからまあね、せっかく呼んでくれたんだと思うんだけどさ、もうあの時ほんとすぐ行ってやれよかったってね、なんか後悔してるね、いなくなった時にさ、行ってあげればよかったなーなんて後回しにしないでね。なんかもっとしょっちゅう言ってあげればよかったなと思って。だからやっぱりね、案の定みんな誰もね、お見舞い行かなきゃって思いながら、なんか全然行けてなかったらしいんだよね。だから、なんか行ったのが唯一私ぐらいな感じ。まあ、あとは家族の人いるかもしれないけど、なんか家族以外で行ったの私ぐらいかなみたいな感じだったみたいなんだよね。なんかみんななんかお見舞い行ってくれてありがとうねなんてさ、なんかお礼言われたけど、いやもう全然お礼言われるほど言ってない。本当にしょっちゅう言ってあげればよかったと思って。ただその病院もさ、遠いっていうの、行きづらいんだよ。交通の便が良くなくて。だから近いんだけど、蒲田だから距離的には近いんだけど、うちから蒲田ってすげえ行きにくいのよ。何回も言ってるけど。何回も言ってるけど、すげえ行きにくくって。で、しかもさ、京急蒲田の方だったのかな。なんかね、場所がよくわかんないんだけど、駅と駅のなんか真ん中ぐらいにあって、だからどこの駅からも近くないんでね。でね、冬だったかな。なので、なかなかしんどかったんだよね。でね、なんか行ってあげたいのは山々なんだけど、行くこと考えるとさ、なんか腰が重いみたいな感じだったけどね。でもまあね、もうちょっと行ってあげればよかったなって後悔しまして。と、なんだっけ、フィオンさん入院してるとは読んだんだね。指の手術で2泊3日の入院したことあるけどね、手術とかさ、まあそういうのでね、入院ってするんだもんね。ホテルと違ってな、そういうのがあるから、全然気が重いよね。入院したことあるけど、指の手術ってなんか痛そう。何したの？同室の患者がめちゃめちゃ独り言言うやつで寝れなかった。ね、そういうのあるだろうね、病院ってね。ねえ、てんたまさん亡くなられたのですか？そうなんだよ。だからもうちょっと言ってやればよかったって後悔したよね。てんたまさん。指の手術で2泊は重症ですよ。そうだよね。指の手術で2泊って、ね、入院するってことは相当よね。カイタンさん、ジャスティス、こんばんは。放送は本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、カイタンさん、こんばんは。ぴょんさん、てんたまさん、軟内軟骨症で軟骨の病気だったのです。いやー、私は幸せ者だな、健康で。もう、幸せ者でございます。ありがとうございます。ミタンさん。骨関係は痛そうですね。ねえ。まあ、骨じゃなくても、何でもあれだけど、でもそうは言っても、やっぱり骨はしんどいよね。テンタマさん、カニタンさん。プレミア配信参加できなくてすいません。そうなんだね。ピョンさん、そうそう、指の手術なのに全身麻酔だったの。どんな、すごい重症だよね。指って手の指じゃなくて足の指とかかな。テンタロさん、骨はな、全身麻酔とだね。まあ、その方が怖くなくていいのかもしれないんだけど、ただまあ、冷めた時にどうなんだろうって思うよね。東京さん。薬指の骨を切開して軟骨取り出す。
やだね。カニタンさん、テンタワさん、もちろん、親御さんを優先してください。ね、そうだったね。テンタワさん、えぐいね。もうね、もう揺れちゃう、ね。どうしても止まらないね。この揺れね。揺れが止まらないよ。ペオさん、冷めた時には包帯ぐるぐる巻きで意識朦朧は、そうなんだね。まあ、それでね、怖さと痛さがなければ全身麻酔のが仲良さそうかもしれないけど、全身麻酔するのに、また痛い思いしたりとかするんだろう。千沢さん、自分なら手術の内容を聞いただけで失神しそうな。無理無理無理っていう感じよな。タマさん、カリタさん、ありがとうございますね。そっか、明日病院に行くんだもんね。と親のお見舞いで、まあね、父親も入院したことがあるから、ね、父親は富士山のふもとの病院っていうのかな、に行って、で、事故に遭って、そうで、なんか親族でないと、その手術の、同意書かなんかにサインができないんでね。で、私が車持ってたんで、ね、行って、っていう感じでね。で、その手術の内容の説明を聞くんだけどもさ、いやーもうゾッとするゾッとする感じね。で、父親も聞いてるときは、みたいな、おそらく感じだったと思うんだよね。なんか、二人して説明を聞いた後、ポカーンって、ポカーンって感じで、まあ、とりあえず受けるのは私じゃないからね、みたいな感じでね、いたけどさ、いやーってね、で、ね、なんか、っていう感じで父親連れられてて、うわーっていう感じだったね。で、まあ、今から8時間ほど手術して、で、まあ、順調だったら8時間ぐらいで、みたいな感じだったんだよね。で、まあ、8時間じゃなくて10時間ぐらいかかったんだけど、だったっけ。いや、8時間ぐらいだったのかな。だから私は、まあ、ほら、受けるの自分じゃないから、一応、ね、心にゆとりがあるからさ、先生の話を、冷静に聞けてたと思うんだけど、まあ、父親の方は自分が受けるからね、なんか、多分ちょっとちゃんと聞けてなかったのかなと思うんだけど、だから、待ってなきゃいけないから8時間ね。だから、じゃあ、ね、次8時間後に、みたいな感じで、どうやって過ごしてたのかなっていうのを覚えてないんだけど、まあ、とにかく8時間後かと思ってたからさ、まあ、そのつもりでいたわけよね。で、自分はなんかちょっとした手術だとなんか勘違いしたっぽいんだよ。で、なんか8時間も手術してたなんて大手術だっていうので、なんかびっくりしたみたいなんだけど、いや、時間通りだ。時間通りだったけどな、なんて思いながらね。そんなことがありましたね。えーっと、自分なんて手術未体験なので余計にね、そうそうそう。で、父親のパートナーの方もさ、体が弱いんで、心臓が弱いのかな、心臓が弱いんだけども、だからいつかペースメーカーにしなきゃいけないなんていうふうに言われてたんだけれども、なんかそれが怖いから、なんか伸ばし伸ばしにしてたみたいなんだよね。伸ばし伸ばしにしてたんだけど、まあ、いよいよちょっと持たないみたいな感じになって、で、結局入院してペースメーカー入れたんだよね。そしたらどうもね、楽になったみたいなんだよ。で、一回やっぱりね、その入院手術を経験したんで、もうね、なんか入院手術がそんな怖くないらしいんだよ、今は。もう一回経験するとね、なんかそんなに怖くはないみたいなんだね。みたいなんだけど、ただそのペースメーカーも性能が上がったんでね、なんか2回までしか交換できないとかって言ってたかな。
1回交換したんだよね。で、あと1回しか交換できなくて、だから寿命との兼ね合いがあるんで、1回しか交換できないと、で、10年しか持たないみたいな話だったから、そうするとね、最大でいくつまでしか生きれないみたいな計算ができちゃうわけよね。ただ意外と、なんか性能が良くなったかなんかでも、もう交換しなくていいみたいな感じらしいんで、よかったよね、みたいな感じだね。だから8時間の過ごし方、そうそうそうね。だから東京じゃないからさ、東京だったらいくらでもさ、ね、過ごし方はあるかもしんないんだけど、家帰ったりね、8時間もあるんだったらさ、するだろうけどさ、富士山のふもとなんでね、なんか知り合いがいるわけでもさ、なんかね、知ってる場所があるわけでもなんでもないんでね、なんかどうやって過ごしてたのかなって感じだけど、本読んだりとか、ほら、あの時はほら、なんだ、スマホとかないからさ、何年前だ、あれ。いくつぐらいの時だったかな。私が車乗ってた時だから、23、4ぐらいの時かな。そう考えると、25年以上前ぐらいな感じになるのか。なんかスマホなんか持ってないじゃん。なんか本かなんか読んでたのかなと思うけどね。あとは車の中で寝てたりとかな。ピヨンさん、本当、こうしたいときに親いないのよ。健在なうちに会っとくべきだね。そうだね。テンタンさん、ピヨンさんのご両親は健在ですか？ピヨンさん、テンタマさん、父親が先月亡くなったの。だから余計に亡くなったばっかりなのか。テンタマさん、先月ですかね。ピヨンさん、その代わりと言ってはなんですが、子供2人とも今年結婚するので確かにな。じゃああれだな、お父さんの生まれ変わりがもしかしたら今な、宿っていくかもしれないよな。そうね。で、輪廻転生が、サイクルが地球は早い。なんか昔はね、あんまりよく知らないんだけど、私は。誘拐っていうところがあって、で、誘拐っていうところで引っかかっちゃう。本当はだからもっと上まで行って、成仏っていうのかな、しなきゃいけないんだけど、その前に誘拐っていうところがあって、そこで引っかかっちゃうんで、またね、輪廻転生してしまうっていうのがあって、なんかサイクルがすげえ早かったんだよね。早かったんで、だからね、なんかたったの3日で、転生したことがあるって、記憶がある人がね、とか言ってたりとか、あと猫なんかだと、なんか3時間ぐらい、3時間ぐらいで、なんか転生しちゃうらしいんだよね。猫の場合は輪廻転生とは言わないのかもしれないんだけど、なんかもうね、生まれ変わっちゃうらしいんだよね。へえーと思ってさ、タヌコさん、こんばんは、モンソワ。なんかちょっとアイコンが変わったように見えるけど、気のせいかな。ただ相変わらずパンダだから、お茶の、なんだっけ、忘れちゃった。ではあるのかな。ピヨンさん、藤子さん、さすがいいこと言う。天玉さん、輪廻転生ということで、タノコさんのサムネが変わってる。そうだよね。サムネ変わって見えるよね。カニタさん、タヌコさん、こんばんは。アイコン変わりましたね。アイコン変わったよね。ピヨンさん、本当だ、タヌコさん。ケンタロウさん、アイコンでした。そうだった、アイコンだった。アイコンね、なんかちょっと、ね、引きで撮ってる感じ。前はなんかアップで撮ってたの、ちょっと引きで撮ったみたいなアイコンに変わったかな。ね。そう。違ったかな、猫の話じゃなくて、その人の話だったかな。なんか、一番早い時で3時間で輪廻転生しちゃったとか、なんか言ってた気がしたけどね。今、その誘拐がなくなったから、みんなそんなにね、ひっくり、なんだ、ぐる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 地球で回らないで、もうね、卒業することできるよっていうね、おめでとうございますみたいな、なんか話だったな。皆さん、
観察力いい。どうだろうな。なんかパッと見違うから、あれってあれっていう感じだったけどね。と、北海道さん、今夜はコメントがたくさんありますね。たぬこさん、皆さん、こんばんは。そうです。寝てしました。アップの、生茶パンダか。生茶パンダから引きの生茶パンダに変わりました。ね、そうだよね。なんか、今の方のが、生茶パンダっぽいっていうか、わかりやすいっていうの。前のは、なんだろうなっていう感じだった。言われてみれば、あーっていう感じだったけど、なんか言われないとなんだろうなっていう感じだったんだよね。今のほら、パッと見て、パンダっぽいなっていうのがわかるんで。またさらに分かりやすくはなったかなっていう、ね、感じがね。そうね。あと何があったっけか。手術の話はもういいか。あと何の話、アナポケットの話してたんだっけ。マイルね、マイルどうやって貯めたらいいのかわかんないよと思って。で、チェックインっていうのがさ、あるわけよね。前はさ、杉薬局のアプリだったかな。で、チェックインっていうのがあって、で、それは、杉薬局のそばを通ると、なんかチェックインみたいなお知らせが来るんで、で、それをね、クリックすればチェックインできたんだけど、この前、キュンパスのやつでさ、JRE ポイントを貯めようと思って、で、それにもチェックインっていう機能があったわけよ。で、ちょうど新潟にいるから、チェックインのポイントだから、チェックインしようと思って、アプリ開いたんだけど、全然チェックインができないわけよ。で、なんかそばにありませんみたいになってるわけ。で、地図が出てきて、で、自分の位置があって、で、じゃあそこまで行かなきゃダメなのかと思って、まあ近くにいるから別についでだからいいやと思ってさ、その地図見てさ、ポイントまで行ったのに、なんか全然チェックインできないんだよ。で、そのポイント過ぎちゃったけどさ、やっぱりチェックインできなくて、で、その辺うろうろしたんだけど、やっぱりチェックインできなくて、もうなんだよ、できねえじゃねえかよと思って、だからまたそれのパターンかなと思ってさ、そのアナポケットのチェックインも、なんかどうやってやるのかなと思って、なんかやり方説明してくれてる人いないかなと思って動画探したんだけど、なくて、探し取りましたっていう感じ。皆様は何かマイルは貯めてらっしゃいますでしょうか。気に入りさん。こんばんは。藤子さん、皆さん、ジャスティス、今、起きました。北海道さん、ジャスティス。で、あとは、ポケット。で、なんか、プロとかいうのがあって、それはなんかね、課金するらしいんだよね。月々550円月々550円ポイ活のアプリに課金するそこまでしてマイル貯めんのとかって思ったけど、なんかみんなそのプロに課金して、で、そのポケットは使ってるらしいんだよね。で、550円普通にその550円、課金して、そのマイルを貯めた場合だと、なんか7万円分ぐらい、買い物をしないと貯められないマイルが、その月々の550円ぐらいで済むから、なんかコスパいいよっていうので、で、みんなその課金して貯めてるらしいんだよね。なんかでも全然マイル自体がよくわかってない状態でいきなり課金する気にもなれないからさ。みたいなね、今状態でございます。谷田さん、お気に入りさん、北海道さん、こんばんは。北海道さん、ポイ活に
課金はいかがかと。カニタンさん、毎度。ピョンさん、新潟の、なんだっけ。なんとか市あったよ、確か、駅名に。なんとか市に、燕市かなに、昭和レトロなホテルがあって、静かなブームになってます。そうなんだね。ビニーさん、カニタンさん、お忙しいのに、こんばんは。北海道さん、私は楽天ポイントしか貯めていません。燕市ね、なんかそんな駅にあって、燕なんとかって駅あったよなと思ったけど、そこなのかな。天玉さん、北海道さん、お久しぶりです。レトロなホテル、新潟まで行く人ほとんどいなくてさ、途中の越後湯沢駅だったっけかなで、みんな降りちゃったのかなで、なんだ、意外とみんな新潟行かないんだ。そうなんだと思ってさ、みんなほとんど、越後湯沢駅だったっけで、降りちゃったんだよね。だからあれみんなスキーかと思って、まあそうだよな。こんだけ雪あったら、そりゃスキーだよね。スキーやるぐらいしか楽しみないよねっていうふうにね、思ったね。ピョンさん、北海道さんだ。カニタンさん、念のため、右手に湿布しました。藤子さんも動画編集でお疲れでしょ。ね、そう、右手のさ、このね、腱鞘炎なのか筋肉痛なのかがずっと取れなかったんだよね。今大丈夫だけど、動画編集してなかったから、ここ数日。してなかったからね。全然痛くなかったけど、ずーっとね、ここの疲れがね、取れなかったんだよね。それよりも今さ、このキーボードがもうね、R が打てない。もうね、文字入力ができなくなってきて、やばいんだよね、これね。どうしようっていう感じ。データさん、燕市燕三条だ。燕三条って駅が確かあった気がした。金物で有名ですね。そうなんだ。ピョンさん、新潟といえばヒカキン、そうらしいね。行く前にさ、ドスコイさんの動画が出てきたんで、ドスコイさんの動画見たんだよね。そしたらどうもそのヒカキンが出身らしくて、上越妙高に行ったんだけどさ、上越妙高がなんかヒカキンの出身らしくて、面白いみたいなことをすげえ言ってたんだよね。なんかヒカキンの出身地だっていうのはね、すっげえ言ってたんで、なんかそうらしい。テントはさ、ユニ、フレームとか、キャンプ道具メーカーも多いです。そうなんだ。じゃあ、ものづくりが。そうだね。小松行った時にさ、やっぱり寒いんで雪深いんで、家の中でなんかね、ちまちまコツコツやるのが、どうやら得意っぽいなっていう感じだったんだよ。だからそういうことかもしれない。そうで、新潟は北陸なのかっていうと、なんか北陸じゃないみたいな。なんか北陸であって北陸じゃないみたいな。で、なんだ、東北であって東北でないみたいな。なんかそういう位置づけらしいんだよね。で、どうもその関西の方の人からすると、関西に限りなく近い、北陸になるのか、東北っていうのからしいんだよね。だからその北陸だか東北だかとも、なんかちょっと感覚が違うみたいなことを説明してて、そうなのかとな。全然知らなかったよと思いました。北海道さん、なんかノイズがありません？てんたまさん、プチプチ言ってますね。カニタンさん、ホテル
後楽園ですか？ピヨンさん、北海道産の出雲富士子さんの味。タヌコさん、せんべいの袋の裏見ると大体、新潟、そうだね。なんだっけ、柿の種の会社と、あれ、柿の種の会社だけだったっけ？あれよ、なんだっけ。柿の種と、あれ、なんだっけ、粉、ハッピーターンだ。ハッピーターンも同じ会社だったっけがあるんだよね。北海道さん、ピヨンさん、なるほど。ペンタムさん、ピヨンさんは味のわかる男ですね。そうですね。ピヨンさん、カニタンさん、正解。後楽園いつか行ってみたい。ヒカキン、ヒカキンが、ね、後楽園なのかな。違う。なんか読み飛ばしてるかな、私な。そう、せんべいの袋。だから、せんべいいろいろ売ってたかな。で、意外と、海産物はあんまりなかったかなっていう感じかな。なんかわかめがないから、わかめあったらわかめ買おうと思ったけど、わかめは取れないのかな、海産物というよりは。わかめ売ってなかったなと思って。で、なんか発酵の町らしいんだ。だからあれか、新潟といえばお酒だしね、なんか発酵を売りにしてるらしくって。で、味噌もそうだ。味噌も欲しいなと思って。ね、味噌買おうかどうしようか散々悩んだけど、重いな。もうちょっと重いみたいな感じだったんで、もう持てないなと思ったんで、味噌結局買ってこなかったけど、お酒もいっぱいあったし、で、発酵だからあとなんかいろいろあるのかもしれないけど、あんまり漬物系とか見てなかったんでね、その辺があれかもしれない。なんだっけ、甘酒の素みたいなのあったかな、そういえばな。ピヨンさんじゃない、北海道さん。亀田製菓かな？カニタンさん、ピヨンさん。自販機がレストラン代わりかな？自販機がレストラン代わり？確かにすごい体験できそうです。ホテル後楽園っていうのがそんな感じなのか知らないな。ホテル後楽園。なんだライブ配信で、なんだ音声が悪いのは、うちのライブだけなのかな？なんかまた濡れてる？なんか今日はずいぶんゆりたんにおしっこ攻撃食らってんだよな。他のライブは音はいいのかな？じゃあ、うちのパソコンっていうこと原因は。ホテル、後楽園、なんか違うぞ。漢字が違う。本当に後楽園ホテルっていうのがあるから、そっちが出てきちゃった。大焼け。いや、だからね、文字入力ができないんだって。一度は泊まってみたかったホテル後楽園へ、燕市。これのことか。あれ、なんだっけ、昭和レトロなホテルってことね。これのことね。なるほど。本当だ、自販機が。自販機が中身大丈夫かな？中身昭和じゃないみたいな。ちょっと怖い感じだな。ピヨンさん、藤子さんの声、うっとりして癒されるわ。でも雑音がひどいんだね。カニ、タンさん、トースト自販機があるらしいですね。トースト自販機。ちょっとどういうことって感じだ。ペタマさん、後楽園 NHK の72時間で取り上げられていたので保存してます。へえ、そうなんだ。
みんな知ってるんだね。いろいろ知ってんな。さすがだな。これからもいろいろと教えてくださいませ。というわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。自販機の設置してあるホテルなら、山口県の長沢ガーデンも味があっておすすめですよ。へえ。懐かし自販機の、魚谷、さんの YouTube チャンネル好き。懐かし自販機で探せばいいのかな。北海道さ、よかった。ぴょさん、よかったぜ。よかった場合じゃないんだ。田中さん、よかったよね。ね、よかったよね。てんともさん、ぴょんさんにお孫さんができてよかったね。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。